皆さんこんにちは。今はですねベゼルに乗っているわけなんですけども、このベゼル2代目が発売されてからだともう4年ほど経過するかなってところかと思います。でこのベゼルですね、昨年マイナーチェンジされましたんで、今私たちが乗ってるこの方もですね後期型という形になるわけなんですけども、そう考えますとこの2代目のベゼルも発売してからそんなにもう新しい車ではなくなってきているのかなというふうに思います。そこでですね今回新車の販売台数のランキングをちょっと見まして、こちらベゼルのね位置とかをちょっと見ながらユーザーとして思うところなどをお伝えしたいと思います。まずですねこのベゼルの新車の中の販売台数のランキングなんですけども、今年2025年に入ってからの1月と2月のデータが出ておりますので、直近ということでそこを見ていきたいと思います。この新車のですねランキングに関しましては皆様もご存知かと思うんですけれども、例えばトヨタさんのヤリスクロスとかカローラクロス、あとクラウンスポーツとかですね、この辺り全てSUV ということで、SUV というカテゴリーの中ではベゼルのある意味ライバルになるものかと思うんですが、今言った3車種に関しましてはヤリスクロスはヤリスということでまとめられて、ヤリスと一緒にね台数が合算された状態でのランキングになってます。カローラクロスもカローラツーリングとかカローラスポーツと合算されてますので、純粋にその SUV としてのカローラクロスとかのね台数じゃないんで、ここがねまたちょっと比較しづらいところではあるんですけども、そこも加味しながらではありますが、見ていきますと、まずですね1月に関しましては1位はヤリス、2位はカローラ、そして8位がライズ、そして15位がベゼル、そして16位がクラウン、17位がハリアー、そして18位ランクルということで、20位までちょっと SUV だけ拾って今上げてみたわけなんですけども、今ですね言いました通り SUV だけで見るとベゼルは上から4番目なんですよね。でしかも先ほどもちょっと話しました通り、ヤリスとカローラに関しましては純粋にヤリスクロスとカローラクロスだけではない台数が混ざって1位2位を取ってるって形になります。そう考えますとベゼルはですね実際この SUV っていうカテゴリーだけで見ますとかなり上の方に位置しているという形になるかと思います。で2月に関しましてもベゼルはですね今表示している通り SUV でいうと上から5番目ということで、これも結構すごいですよね。本当にトヨタ車やっぱり販売店もトヨタさんの方が多いですし、今言いました通り合算の数になってしまっている車種もありますので、そう考えてもこの新発売から4年経ってるベゼルすごい頑張ってるなってところをねすごい感じるところかと思います。今お伝えした通りベゼル、非常に売れている車、ずっとコンスタントに売れ続けている車であるわけなんですけれども、じゃあその車として完璧なものなのか、他の車と比較して他の SUV と比較して全てが優れているのかというと、私もオーナーとして乗っています。マイナーチェンジ前、マイナーチェンジ後も乗り継いでいますし、他の SUV も所有している身からすると確かにいい車ではあるんですけども完璧ではない、他の車の方がいい点を持ち合わせているところっていうのが見受けられるところはあります。それは何なのかっていうと、例えばこの室内の空間ですね。もちろんその後席周りは広い、前席周りのこの足元とかも確かに広いは広いんですけれども、上背がないところ、まさにその非常に流麗なデザインだからこそなんですけれども、この上部分が他の SUV と比べるとボリュームが少ないなので、結構ここの辺りが近いっていうところですね。ですのでこの辺りもっとここの上方向のゆとりがある車っていうのはありますよというところです。それから、後席は確かに広いですけれど、この後席が広い分ラゲッジスペースっていうのは若干損している部分があると。 WRV の方が上背のある分も含めて広い。例えばそのカローラクロスとかそういった車からするとカローラクロスの方が後席は確かに狭いんですけれどラゲッジは広いんですよね。そういう意味でラゲッジを取りたいって方からするとベゼルっていうのはちょっと狭いかなっていうふうに感じてしまう、そういったポイントもあるかなと。それからナビゲーションのシステムとかに関しても性能も他のメーカーのナビの方がいいっていうところ、使い勝手が良くないっていう部分っていうのはどうしても出てくるというところであります。あと燃費の性能というところに関して言ってもこのベゼル
確かに燃費いいんですけれども、例えばヤリスクロスであったりとかカローラクロスとか、ああいった他の SUV の方がより高い燃費性能を叩き出している車っていうのも存在している。そしてさらに言うならばホンダセンシングというこの追従機能ですね、この部分もトヨタさんの車の方がもっと高い精度を誇っていたりと、いろいろね見つけてくると、他のメーカーの車とか他の車の方がすごく秀でてる部分っていうのも確かにあるんですよ。あるんですが、でも売れてるんですよね。でそれっていうのはやはりこのベゼルじゃないと得られないもの、ベゼルにしかない価値っていうものがあるからなんじゃないかなというふうに思っています。じゃあ何がこの唯一無二なのか、もしくは持って買いたいって思うものなのかっていうと、一家に一台で車を乗っていこうという、そういった使い方をする、そういったケースって多いと思うんですよ。でそう考えた時に、一台で全てをこなしたい人が車で乗って移動するもそうだし、物を積むとかもそうなんですよね。でそれとやはり運転手が走っていて楽しく走れるっていう、スポーティーにも走りたいとか、そういったいろんな感覚がある中で、さらに価格っていうのはある程度抑えたいとか、いろんなものを考慮していった時に、結構ベゼルっていうのが多分刺さっているんじゃないかなというふうには思うんですよね。そういうところでオールラウンドに使いたいっていう方、ハイブリッド車で燃費もしっかりそこそこ稼げて航続可能距離も長い、そういった部分も含めてやっぱりバランスよく使うことができますよと、そういうところでやっぱり選ばれやすいというか選ばれているんじゃないかなと。ベゼルのライバル車種というかボディサイズ的なところでの対抗車種ってやはりトヨタさんのヤリスクロスになると思うんですよね。でこのヤリスクロスに関して実は先日ちょっとハイブリッド車の方を数時間乗ったんですよね。特にやっぱりベゼルオーナーの立場でヤリスクロスどうなんだろうっていうところやっぱ気になるところもあって乗ってみたんですけれども、確かに価格差っていうのは若干確かにあるはあるんですよね。最上位グレードをしてみた時にはヤリスクロスの方が安く抑えられるんですが、乗った時の車の出来そのものはもうほぼ多分ベゼルに分配が上がるなという形でした。室内の質感もそうですし、より如実だったのが動的質感ですね。加速する時の挙動、アクセルレスポンス、それから EV 走行で走る長さもそうですね。ガソリンエンジンがグーンってならない頻度、これもベゼルの方が上だったなと思いますし、ロードノイズもそうです。乗り心地もそうです。室内空間の広さもそうです。なので私が乗った感じではベゼルが結構さまざまなところで上にいるなって思う、そういったぐらいの違いがありました。車に何を求めるのかっていうところで経済性だけを求めるんであれば安い車でいいということでそこで選ばれる方もいると思うんですが、長く乗っていきますよっていう中でこの質感高い車、動的質感も含めた部分を選ぶんであれば若干の価格差があってもやはりベゼルの方がいいなっていうふうに思う方っていうのが多い。そこもね、このベゼルという車のセールスがずっと好調で推移している理由、一番でかいのはやっぱりベゼルの車の出来の良さ、ライバル車種と比べてもうよく作り込んでいて、もうレベルの高いところでまとまってる車だから、あ、これがいいねってなるんだろうな、それは価格差を飛び越える良さがある、そういうところがベゼルにあるから売れてるんじゃないかなと個人的には思っているところです。ベゼルっていうこの車のブランド力っていうものが非常に高いっていうところが挙げられるのかなと個人的には思っています。他の例えばハリアーであったりとか、もしくはカローラとか、ああいった車たちと比べると歴史ってそんなに長くないですよね。このベゼルっていうのは2代目になりますので、これだけ短期間の中でベゼルっていうブランド、これがものすごく高く確立されているので、ホンダさんといったら何なのって言ったら多分ね、ベゼルっていう名前がまず出てくるはずなんですよ。
これ私フィットも好きなんで、フィットとかシビックって言いたいんですけど、おそらくでもその世の中的に見るとベゼルかなっていうふうに、多分名前が一番に上がるのはそっちかなと思うんですよね。そのぐらいに、浸透している、そういった愛されている知名度の高いモデルであるっていうところは一つ大きいポイントなんだろうというふうに思います。ということで今回はこのベゼルという車の、新車で販売されて登録されている台数のランキングですね。こちらの方をちょっと見てみて、このベゼルという車、やっぱり長くね、非常に売れている車となっています。じゃあその売れているこの秘訣であったりとか、それはどうしてそうやって売れる車となっているのかといったその理由ですね。これについてお話の方をいたしました。今回の動画面白かったな、参考になったなと思っていただきたいでございましたら、よろしければ高評価ボタンだけでも押していただけると嬉しく思います。ちんちょん TV では今後もベゼルに関する動画の方を出していくことを予定をしておりますので、よろしければこの機会にチャンネル登録をしていただけると嬉しく思います。ここまでのご視聴ありがとうございました。